今日はソニオ 93M、ちょっとそこを説明していきます。今までソニオ 100M というのが出てて、好評いただいてるんですけども、これは一見シーバスロッドみたいに見えるこのロッドで、普通の今までのメーカーのロッドやったら2本から3本分の範囲を、補えてしまいます。僕がもともとは机上の理想と思ってたのが現実化したのが 100M。 そしてそれがただ短いだけじゃなく、またはるかに進化させたロッドがこのソニオ 93M です。 100M、それよりも9インチやね。長さでいうと23センチ。たった23センチ言うたらまあこんなもんですけども、このモーメントで言うたらすごく変わってきます。10フィートとは全然違う、その軽快さというのがこの 93M の一番の売りですね。高腕部や堤防で大人気のセットアッパーとかビッグバッカーなんかの鉄板バイブレーションやね、この辺をよりキャスティングも操作するのもしやすいように 100M より滑らかにノリを感じれるように 10g のミノです。青門ではちょっとフックがまともに使えへんと思いますが 10g でもうこれぐらいティップがついていきます。シーバスでみんなが投げてるような投げ方、十分これが乗った形でティップついていってます。この 10g がただ投げれるだけじゃなく、これでミノの動きも妨げないティップになってます。続いて 50g です。そろそろこれシーバスロッドでは扱いにくいところ、ペンデュラムしてみます。どこまで行くんやというほど飛びます。ティップ見てもうたら十分最大限にラピードのダイブのバイブレーション出すことができます。で小技、こんな小技もとりあえずしやすい。硬すぎるロッドやったらダイビングペンシルって動かへんのよね。水の中に入ってまず水上にさせてから引っ張ることで思いっきり動くんやけども、それに十分適したティップ。このロッドのすごいとこがね、ウエイトが重くなってもほとんどロッドカーブが変わらない形で乗せることができるということ。カーブが変わらないから 10g から 100g、 10倍のルアーまで投げれる、操作もできるというゆえんです。ゼナックの積層技術とマテリアルの選別、内緒な素材選びがありますが、そういうことで実現したロッドです。次はこれね、僕がよう使うサトペン19センチです。これ、フック含めたら 80g ぐらいあると思います。普通はアキュラの H クラスやら HH クラスで使う、ルアーです。それが使えるというところを見ていただきたいと思います。これもね、細かい操作がしやすいね、演出がしやすいです。10フィートよりやっぱり短い分振り切りやすいし、何より長時間使ってて楽やね。これ、激闘ストライクの 125g です。これを使えてしまうんやね。まずキャスティングから見てもらおうかな。
ジグをしゃくったりする時も23センチ分、要するに力が手にかかる負荷が少ない。たった23センチですけども、10フィートとは全然違う、その軽快さ、それプラス、このゼナックの六角形のこのハンドルで、この125でも、もうこれ今、楽勝。一応曲がるけどトルクを持たしてるから、ジグにもパワーを出すことができる。最終的にはファイト。バットやね、このグリップの中に入ったぐらいのとこというのはきっちりした数値は出してませんけど 100M より強いファイトができるために少し強いぐらいのものを出してます。パッと見こんなやわなこんなロッドですけども80センチあたりの平正でもかなり浮かすことができてしまう、それぐらいパワーのあるスーパーロッドです。一番はとにかく取り回しの良さ。たった23センチ短いだけで取り回しがとにかくシーバスロッド並み。そのルアーの動きの良さと、それと何よりもライトタックルやと人が疲れへんねんね。それも大きな武器になるとも思うんで、これからひょっとしたら次世代、これからの可能性を広げていくなら、こういうライトタックルで魚を引き出すという方法もこれからは視野に入れてもらってもいいと思います。